西谷ジログです。出てきましたね。Xiaomi からレドミ Watch 3が発表されましたので、早速スペック解説をしていきたいと思います。12月27日の夜に Xiaomi のサブブランドであるレドミより発表されました。では一体どんなスペックになっているのかご一緒に見ていきましょう。では Xiaomi China 公式サイトの情報をもとにお届けしたいと思いますが、中国語を Google 翻訳してありますので、若干日本語がおかしいところがあるかもしれませんが、あらかじめご了承ください。それでは早速本日も見てみましょう。というわけでまずディスプレイの情報になりますけども、画面が超明るいとあります。一体どんな明るさなのでしょうか。画面の明るさはここに出ています。600ニトになっていますね。普段で必要な明るさとしては申し分ないかなと思います。そしてディスプレイのサイズになりますが 1.75 インチのサイズになっていて結構大きめになりますね。ウルトラクリア大画面は強い光の下でもくっきり見えますよと出ています。画面対本体の比率が最大 70% になっていますので、画面占有率が 70% になっているということです。加えてディスプレイの情報になりますが 60Hz の高リフレッシュレートを採用していますよと出ています。そしてレティーナレベルの表示精度、表示は繊細で滑らかですとあります。解像度に関しましては 390×450 というね、結構細かな解像度になっています。そしてこの高リフレッシュの 60Hz っていうのはね、スマホでは当たり前のリフレッシュレートになっていますが、ディスプレイって基本的に動きが少ないわけですので、そんなにリフレッシュレート高くする必要はありませんが、画面をスワイプした時の様々な動きがかなりヌルヌルじゃないかなと思われます。このあたり頑張ってきましたよね。その代わり内蔵チップのね、消費電力っていうのは若干でも上がると思いますので、この辺がバッテリーとのトレードオフっていうのもあると思います。そして物理ボタンがここに出ていますね。かっこいいですね。これがメモリーバックルということなんですけども、どういう風にね止めるのかちょっといまいちわからないなという感じなんですけども、カラーリングに関しましては今ねお見せしているなんて言うんでしょう、エメラルドブルーでしょうかね。そしてこれ淡い感じのグリーン、最後にブラックという風になっていますね。ちょっとポップな印象があります。次は文字盤の情報になりますけども、結構かっこいい使えそうな文字盤がたくさんあります。パッと見の印象としてはまずこちら見やすいなと思います。そして秒針がついたアナログタイプの文字盤も用意されています。そして本体の重量になりますが 37g ということで軽量設計ですよと出ていまして、一日中快適に着用することができるとあります。おそらくですね、このねシリコンバンドを除いた重さで本体のみになると思います。そしてこちらのね写真にありますが、今ね通話している場面が出ています。ということは出てきました。Bluetooth 音声通話に対応しています。このボディデザインで Bluetooth 通話っていうのができるのはちょっとありがたいですね。マイクとスピーカーが内蔵されているってことがわかります。携帯電話の着信時は時計側のボタン一つで応答することができますよと出ています。加えてですね、24時間警備員と出ていますけども、緊急時や危険時にはサイドボタンを3回連続で押すと緊急連絡先に連絡するよと出ています。この辺はですね、Bluetooth 通話機能がついているタイプは搭載されていること多いんですけどもね、当然ながらスマホと連携していないとこの緊急通報っていうのができないということになると思います。そして次は衛星測位に関してですね、いわゆる GPS になります。独立した衛星測位チップが搭載されていて、各ステップを正確に表示するっていうことだと思いますが、5つなりますね。中国のベイドウ、そしてアメリカの GPS、ロシアのグロナス、ヨーロッパのガリレオ、そして日本の導きに対応していますね。QZSS になります。このあたりは結構嬉しいですよね。そしてスポーツモードは121種類ありますよと出ていますね。この辺はもう申し分ない量になっていると思います。ほぼ皆さんが運動されるものがここに該当するんじゃないかなと思います。そして防水、耐水になりますけども 5ATM 防水レベルに対応していますので 50m 防水に対応しています。水泳やサーフィンすることができますよとありますね。サーフィンっていうことはどうなんでしょうかね。海水にも対応してるんでしょうかね。そしてあなたの健康管理コンサルタントとありますけども、ヘルスケア系関連になります。まず SPO2 ですね。血中酸素検出に対応していて常に健康に気をつけてくださいとありますが、このあたりは当然の機能としても入ってくるわけですね。24時間と出ていないので、もしかしたら寝ている間とかね、任意で必要な時だけ手動で行うっていうことかもしれません。そして24時間の心拍数モニタリングにも対応しています。そして睡眠状態を科学的にモニタリングすることであなたの睡眠をより深くしますと
いうことで、睡眠モニタリングにも対応しています。そして深呼吸の音もストレス解消のと出ていますね。圧力試験とありますが、ストレス測定ですね。また呼吸のトレーニング、また女性の健康ということで、このあたりは通常のスマートウォッチに搭載されている機能がしっかり入っています。そしてバッテリーの情報になります。12日間の長いバッテリーと出ていますね。典型的な使用パターンということで、これまでのいろんなスマートウォッチを見てきて、こういったね12日間って書いてあったパターンの場合、頑張って10日ぐらいなのかなという感じがします。またヘビーユースモードということで7日間とありますので、このあたりも5日間ぐらいかなという気はしますね。そうですね、12日間このスペックで頑張ってきたなという感じはします。そして充電方法は磁気充電ということで、ワンタッチでね吸着するタイプが後ろのねこのケーブル磁石でくっつくということだと思います。そして中国版限定だと思われますが NFC 搭載していますので、時計を片手にバスや地下鉄も楽ということで、内蔵の多機能 NFC とあります。このまま日本で入ってきてくれて Google Pay とか使うことができたらめちゃめちゃいいなと思うんですけども、なかなかね毎年 NFC 搭載といっても日本では使えないということがほとんどですので、一応中国版ということで踏まえておく必要があると思います。また同じく中国版モデルには Xiao AI だと思いますが、音声アシスタントが搭載されているので、音声で Xiaomi 製品をコントロールすることができますよと出ていますね。ではまだ触れていなかった詳細情報について見ていきたいと思いますが、まずカラーリングはブラックモデル、そしてアイボリーホワイトということで2色展開になっています。これ結構どっちもいいですよね。個人的にはアイボリーホワイトの方がいいのかなという感じですね。そしてバンドの形状を見てみますと、完全にアップルウォッチのまんま、スポーツベルトのアップルウォッチのまんまになっています。ここまで似せてきたのかっていう感じになりますね。ボディの厚みになりますが 9.99mm ということで、まあまあの厚さになっていますね。そしてディスプレイは、先ほども出ましたけどね、AMOLED ディスプレイになっています。Bluetooth に関しましては 5.2 になっていますね。バッテリー容量、ここに出てきました。289mAhということで、そうですね、スマートバンドはだいたい 200mAh っていうのが多いんですけども、スマートウォッチにしてみるとちょっと少なめかなという感じも否めませんね。そしてシステム言語になります。これ中国版ということになりますけども、当然ながら中国語、そして英語に対応ということになります。そして同梱物になりますが、時計本体、そして専用の充電ケーブルですね、磁気吸着タイプになります。また取扱説明書ということで、この3点が同梱されているってことになります。そして最後になりますが、気になる価格になります。Redmi Watch 3になりますが、499元になります。今現在日本円換算しますと1元あたり19円で換算した場合9481円になります。約9500円ということになりますが、このスペックであればまあまあな価格かなという感じはしますね。ただ中国版の価格になりますので、アリエク等でねアーリーバード価格とかでもし出てくればもう少し安く購入することもできるかもしれません。おそらく2023年には日本にも Redmi Watch 3として上陸するんではないのかなというふうに予測はしますけど、価格としてはそうですね、このまんま入ってきてくれれば売れそうな気はしますが、1万円台半ばとかね、1万2800円とか入ってくるとちょっと難しいかなという気もします。ただデザインがいいので、そのあたりは頑張ってほしいところですね。というわけで今回Xiaomiから発表されました Redmi Watch 3スマートウォッチをご紹介しました。パッと見の印象としてはめちゃめちゃかっこいいですね。バンドに関しましてはよくあるタイプになりますが、このボディがシンプルながらにこのサイドボタンもついていまして、おそらくワンプッシュでメニューを表示したり、そして長押しで好きな機能アプリを割り当てたり、ディスプレイも AMOLED になって結構発色のいい感じですし、バッテリー持ちも12日間ということで使い勝手が良さそうだなと思います。 GPS も内蔵されていますので、おそらくこれ買えば結構満足できる一台になると思います。というわけで今回 Redmi Watch 3についてご紹介しました。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。